こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のテーマはマイクロビットを用いたデータロギング方法についてお送りします。データロギングとは一定期間のデータを収集することを言います。データロガーは温度や湿度、圧力電圧などの物理量を測定し、そのデータを記録する装置です。またデータロガーは測定したデータを内部メモリーに保存し、後でコンピューターに転送して解析に利用されます。メイクコードの基本機能にはデータロギングの機能はありませんが、拡張機能のデータロガーを用いると右の図のような表形式でデータをメモリーに記録することができます。このデータはマイクロビットの電源を切っても保存されたままとなります。拡張機能よりデータロガーを追加すると、このようにいろいろなブラックブロックが追加されます。主なものについて以下説明を行っていきます。ここではこのデータロガーの使用例を示します。この例では手動で明るさを測定するプログラムを示します。 A ボタンを押すごとに明るさを測定しデータロギングしていきます。まず最初に列名を設定するブロック、セットカラムを用います。このブロックのパラメーターに列名を設定していきます。次に A ボタンを押した時の中にログデータブロックを使用しデータを記録していきます。ログデータのパラメーターはカラムコーメなバリューの次に明るさとします。そして A ボタンが押されたことを示すチェックマークを表示。そのままではチェックマークが表示されたままとなりますので、表示を消すブロックを最後に入れます。そして A プラス B ボタンが押された時のブロックの中にはデリートログブロックを入れます。この時オプションとしてフルを選択してください。記録されたデータはエクスプローラーの中から参照することができます。 USB で接続されたマイクロビットはドライブとしてエクスプローラーで見ることができます。このドライブの中を覗くと mydata.htm のファイルがあります。ここをダブルクリックするとデータを見ることができます。ここに示すのが表形式で保存されたデータとなります。それでは新しいプロジェクトを作っていきましょう。まずこちらの方に、ログ1にしましょうか。これで立ち上がったら拡張機能をクリックしてロガーをデータロガーをクリックしてください。そうするとこちらの方ですね、こちらの方にデータロガーっていうのが追加されました。これ開いてみるとこういうような形で、いろんな機能が使われるようになります。この機能はですね、マイクロビットのバージョンに、移行でないと使えないので注意してください。それではまず、ずっとブロックは今回使わないのでこれを削除して、最初だけブロックの中に、光の強さを記録するためにですね、列の名前をですね先に定義していきます。で、ここでカラムセットカラム、これを使いますね。これを使っていきます。ここで、ここに、ライトっていう形で項目名をこれで設定します。2項目と2列3列とかそういうふうに使う場合はここのプラスを押して、ここに例えば温度とか入れるんですね。そうすると 2列になります。今回は1列だけですので、マイナスでここを消します。そして、これで初期化ができたら次に文字列を表示して、用意ができたということでここに、レディの R を置いてみましょうか。R を入れます。こういう形ですね。
そして A ボタンが押されたときにデータを記録していくようにしたいと思います。画面ちょっと大きくしますね。ここで A ボタンが押されたとき、これを置いて、ログデータを記録していきます。そしてこれでこちらの方を使います。ここにどの項目に入れるかというのをここに決めるんですね。列名ですね。今一つしか記録してないので、ここ定義してないので、ライトというのがここに出ますので、ここを選びます。そしてここに光の明るさを入れていきましょうか。こっちの方か。明るさですね。これをここに入れます。そして、ボタンが押されたとき、これを記録して、チェックマークを入れましょう。記録されましたということで、チェックマークを入れます。そして、いつまでもこう表示していると、次押したときわからないので消します。表示を消す。こういう形でですね、これでどんどん記録していくっていうことになります。そして、あとはデータを消すボタンを用意しましょう。これをここに持ってきて、データを消す。A プラス B ボタンを押したときに、データを消します。ここで、デリートログ、これを入れて、このままであった場合ですね、マイクロビットの方にダウンロードしたときにうまく作用しなかったんで、こちらの方ですね、ファーストじゃなくてフルに設定してください。これでデータが消えます。そして、データが消えたっていうのを表示するということで、ここでデータが消えましたよっていうことで D にします。これで、プログラムの方が最初のプログラムができました。これでシミュレーターの方で、確認していきましょう。今がリセットされた状態で、で、これをボタンを押しますね。そうすると、ここにデータが記録されたことがわかりますね。明るさが記録されました。明るさが変化すると、こういう形で記録されます。で、こうしておいて、これを押すと、3回目のデータの記録がこういう形で、シミュレーターの記録がこちらに表示されます。こういう形で表形式で、記録されるんですね。で、これで、データを消すときは AB ボタンだったので、これを押します。そうするとデータが消えて D という表示になります。あとはですね、マイクロビットの方に記録するのは、このダウンロードボタンを押して、記録、プログラムのダウンロードを行ってください。今、R っていうのが出てますので、まず、テーブルの方削除、AB ボタンで削除します。で、データが削除されたので、測定を行います。A ボタンで測定1回。場所変えてやりましょう。3回、4回、5回、
こんな形でですね、何回も測定をこうやって行うんですね。で、いろんな光の強さで測定を行いました。それでは記録されたデータを見てみましょう。PC の方のドライブのマイクロビットで表示されているところをクリックするとこういうふうに出てきます。で、ここのマイデータですね、これをクリックします。そうするとこういうような形で、ウェブページの方に、データが開きます。で、こういう形で、データが記録されているのがわかります。で、ここにボタンがありますけども、機能するのはですね、ダウンロードとコピーと、それからビジュアルプレビューっていうものだけです。アップデートデータ、クリアログっていうのは、これ説明が出るだけで、実際には機能しません。で、ダウンロードを押すとですね、こっちのように、CSV ファイルで、データがダウンロードされますので、これをクリックすると、こういう形でですね、Excel 上にですね、データを取り込むことができます。で、もう一つですね、これコピーというのはクリップボードにこれをコピーして貼り付ける場合使います。で、こちらの方ですね、ビジュアルプレビューというのがこういうふうな形で、この画面でですね、折れ線グラフでですね、データを表示するというようなことが可能になっています。次に2つ目の例として、一定間隔ごとにデータを収集するプロジェクトを示します。最初だけブロックの中に変数オンオフを偽にするブロックを置きます。変数オンオフが偽の場合は測定を行いません。真であれば測定開始されます。次にデリートログを配置します。このブロックによりマイクロビットのメモリー上の表データを削除します。そしてセットカラムのパラメーターとしてライトを入れます。そして初期化が終わった目印に文字列 R を表示します。右のずっとブロックには、もしブロックを配置し、条件式としてオンオフが真の場合、ブロック内の測定プログラムを実行します。最初に変数 bf に明るさを入れます。次にログデータグロックでこの bf をライト項目に追加していきます。そしてディスプレイに bf つまり明るさを表示します。次に一時停止ミリ秒ブロックを用い5秒間の休止を入れます。基本的にはこの2つのブロックによってプログラムを動かします。ボタンブロックで測定状態を制御します。ボタンが押されたときは測定を開始させるために変数オンオフを真とします。そして文字列表示 S を実行し、ディスプレイにスタートしたことを表示します。ボタン B が押されたときは変数オンオフを偽として、ディスプレイに E を表示し測定が止まったことを表示します。また測定を初めからやり直したい場合は、ボタン A プラス B が押された時のブロックの中に処理を記入します。変数オンオフを偽として、デリートログで表を削除ます。またディスプレイに D を表示します。それではプログラムの方ですね、動作確認していきましょう。今回のプログラムは5秒おきにデータを測定していくっていうものです。A ボタンでスタート、E ボタンで、データを取るのをやめる、そして AB ボタンで、データテーブルを、クリアするというものですね。で、シミュレーターで確認していきます。まずリセットされた段階では表がありませんね。で、これでスタート。
帯を足すとこういう形で自動的にデータ収集をされます。で B ボタンでデータ終了、測定終了ですね。で AB ボタンで表が削除されます。今回はマイクロビットを使用したデータロギングを簡単に作成ができる拡張機能データロガーについて説明しました。拡張機能データロガーでは測定結果はマイクロビットの中に MyData.h タウンミーティングとして保存され、ブラウザでデータを表形式で閲覧できます。そしてこのデータはダウンロードしたり Excel などで分析活用することができます。ご視聴ありがとうございました。